西です。今回もよろしくお願いいたします。今回はですね、冷凍において2番目に大事なことをお伝えしたいと思います。前回の動画でですね、最も冷凍において最も大事なことっていうのをご紹介したんですけども、それについてはそちらの動画をぜひご覧ください。で今回は冷凍する上で2番目に大事なことをお伝えしたいと思います。でそれは実際何かと言いますと、食品を冷凍するときに、空気と遮断するということが大事です。これはどういうことかと言いますと、まず冷凍庫の中っていうのは、マイナス18度以下に設定されています。そのためそのマイナス18度という、冷凍の温度帯だと、どうなるかと言いますと、空気中に浮いているその水蒸気も凍っちゃうんですね。そうするとその空気中に含まれている、水蒸気も氷となって、壁とかその下に、落ちてしまうので、そこの空間自体が非常に乾燥した状態になります。空気中の水分がないので、非常に乾燥状態、極度の乾燥状態になっているということですね。そのためそこに食材を、何も考えずポーンと、入れてしまうと、やはりその表面からどんどん、食材が乾燥してしまうと。で美味しく保存することができないという、ことですね。冷凍庫の中というのは非常に乾燥しているので、やはりその食材を裸のまま入れてしまうってことは、ダメなんですね。よくあるのはお肉を、お店で売られているのが、トレーがあって、お肉があって、で上に空間があって、でラップが巻かれています。そうすると、この状態のまま冷凍庫の中に入れてしまいますと、やはりその食材、お肉と空気が触れている状態で、冷凍庫の中に入るので、お肉がどんどん乾燥してしまうんですね。そのため非常に美味しくない状態で保管されてしまう、保管中にも、乾燥とか酸化が、どんどん進んでしまうということですね。そのためこの空気と遮断するってことが非常に大事になってきます。で何をすればいいかというと、おすすめはまず、ラッププラス保存袋っていうのがおすすめです。例えばですが、こちらスナップエンドウですね。こちら冷凍するときにラップをしてからこの保存袋に、入れるというのがおすすめです。でまずラップのいいところというのは、この食材の表面を、しっかりピタッと、覆うことができるんですね。これにより、食材の表面からの乾燥っていうのを、しっかり防ぐことができます。でさらにこの、保存袋、冷凍用の保存袋ですね、こちらに、さらに入れることで、こちらやはり厚みがありますので、しっかりそのバリアの役割も果たしてくれると。このようにラッププラス保存袋っていうのが非常におすすめです。でその他にも、こういった、ご飯もラップして保存袋であったり、こちら卵ですね、これもラップして、保存袋に入れるというのがおすすめです。であとおすすめなのは、下味冷凍ですね。下味冷凍っていうのは、下味をつけてから冷凍することを言いますが、要は下味に使う調味料ですね。調味料を、食材にコーティングさせて、でその状態で冷凍する。そうすると調味液が凍った時に、その凍った調味液が食材の表面を守ってくれるんですね。つまりバリアの役割をしてくれる、そういったメリットもあります。例えばこういったきゅうりですね。きゅうりを酢漬けにして、でそのお酢と一緒に冷凍してあります。であと、こちら、バラ肉ですね。豚のバラ肉、こちらの焼肉のタレにつけて、冷凍してあります。
でこれはキャロットラペ、人参のサラダですね。人参の細切りと、オリーブオイルと、レモン汁で一緒に冷凍してあります。でこういった下味冷凍っていうのはもちろん下味をつけてあるんで、解凍して、すぐ調理して食べられるっていう時短の意味もあるんですけれども、時短のメリットもあるんですが、実を言うとその乾燥を防ぐという意味でも非常にいい冷凍の仕方だということですね。とにかくラップを使ったり、下味、調味料を使ったり、いろんな方法で、空気と遮断するってことが非常に大事ですね。食材を、美味しいまま、保存する、冷凍保存するためにはこの空気と遮断するってことが非常に大事ですね。冷凍すると、美味しくなくなるとか、やはりそういったイメージを持たれている方は結構この空気を遮断するってことができてなくて、冷凍保管中も、空気と触れることで、乾燥したり酸化したり匂いが出てしまったりと、そういったことでダメになってしまっていることが多いです。そのため空気と遮断するってことを、ぜひ、活用していただければと思います。本日は以上です。ありがとうございます。この動画を、気に入っていただいた方は、いいねと、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。